めっちゃ面白いかも。8歳からゴルフやってたんで、もう生後2ヶ月ぐらいでライザップに就職したんですよ。17ライバーだったんですよ。ももちゃん、私とためってずっと言ってたんですよ。それ読んでたんですか？24時間テレビで私がシングルマザーで銀座で働いてるみたいので、結構10分ぐらい特集してもらったりとか。24時間テレビに？そう。そうなの？そう。結構24時間テレビは反響がすごくて。何年ですかそれ？コロナの時です。2020年かな、多分20年か21年か。本当に七重もコロナで閉めてる時ぐらい。この間商工会議所はいにいらっしゃったじゃないですか。はい。おはようございます。はい。ホステスだ。あ、そうなんですか。はい。どうしてここにいらっしゃるんですか？今大宮でお店をやってて、今回七重ママを私が依頼してというか。今日ね、私がお話ししようと思ったことは、マッチングっていうのは自分で作るものじゃないかなと。人生でいろんな人とどんどんと自分からマッチングしていってほしいなと思います。メンバーなんですよ。商工会議所の地域を盛り上げていこうみたいな経営者が集まってやる団体があるんですけど、地域密着の街だとそういうのやってるとやっぱ知り合いも増えるし、結構そういう人たち飲み歩くんで結構まあお仕事にもつながるし。高級クラブですか？やってるのは。全然もう本当にスナックに近いラウンジ、カラオケラウンジのママってことですか？ママです。あやママ。あやママ歌舞伎町みたいな。歌舞伎町の100分の1ぐらい。100分の1ぐらい。あ、でもここですね。高級ラウンジ。大宮唯一の高級ラウンジ。7円のチャンネルなんですよ。YouTube。7円センチムちゃんとかお店来てる。知り合いばっかり。昔から知り合い。じゃあ。ここですね。はい。もうマネージャーが来てる。先に寄ったんじゃない？こんな感じです。コアラ。コアラ。どうしてコアラ？私と子供の動物占いがコアラで。懐かしいと思うんですよね。そう。で、何個か候補あって、で自覚とかを調べたらコアラがすごい良くて、これうちの弟です。演歌歌手なんです。これで？これで。いや、どう見てもラッパーじゃないですか。8歳からゴルフやってたんで、お父さんがもう私をプロゴルファーにさせたくて、頭悪かったんでゴルフの推薦で高校行って。高校でゴルフやってたんですか？ゴルフやってました。ゴルフ部でした。そんな高校あるんですか？そう、埼玉はでも3、4校ぐらいかな。で1年で私高校辞めちゃったんですけど、親がまあ離婚するっていうのもあったし、でゴルフお金かかるから、お母さんに迷惑かけたくなくて、勉強ができなすぎて高校にゴルフ辞めるんだったら高校辞めてくださいって言われて。そう、17の年かな。17だと、まあ、だってキャバクラ働けないですよ。そう、キャバクラの外でティッシュを配って宣伝するんですけど、それは16からバイトができて、でそのままそのキャバクラに18になって働くようになったんです。
もうキャバクラ始めてすぐやっぱゴルフできるから指名もらうお客さん多くて、あれですよ、ゴルフ同伴とかそうやってたんですか？やってました例えば50人くらいのコンペにお客さんとかに誘われて行くじゃないですか。行ってその頃は若い女の子いなかったんで、周りの人たちも「あの子誰?」みたいな「どこの子?」みたいな感じで私を誘ってくれた人が「あの子どこどこのキャバ嬢だよ」みたいな、すごいそれでまたお客さん来てくれたりとか。だからゴルフって本当に稼げるなと思って変な色恋とかしなくていいから、ゴルフができるから指名もらってるっていう人が多かったから。歌舞伎町で20歳の時に、1年間ぐらい働いて、その時のお客さんと結婚して、トータル一緒にいたの1年半ぐらいなんですけど、その間に出産して子供生まれて、もう生後2ヶ月ぐらいで離婚したというか別居しちゃって。そうスピードだったんですよそれ何ですか、それは。もう本当女作って帰ってこなくなっちゃったパターン。里帰り出産中に彼女がいて、でそのまま帰ってこなくなっちゃったんで、戻って、でそこから一回昼間の仕事しようと思ってライザップに就職したんですよ。ライザップに3年ぐらいいたかな、3-4年ぐらい働いてて。ライザップで働いてたんですか？そうなんですよ。しかも本当初期の頃まだ1店舗しかなかったんですよ。CM もやってない？やってないです。出てなくて、求人見てたら超怪しい広告が出てて、個室トレーニングジム、超 VIP なお客さん、有名人も通うジム、100人社員募集みたいな、怪しいと思って、とりあえず行ってみようと思ってで私結構スポーツ好きなんで、なんかスポーツ系の仕事したくって、ライザップ入会したいですっていう人に「こういうコースがあってますよ」とか「いくらですよ」とか。そうですで、年間1億5000万売り上げ作ったんですよ2年目で。どういうことですか？一人で成績。そう営業やったことなかったけど、なんか気づいたら売れてたし、それはなんかキャバクラやってた経験があるからかなって思う。ライザップが全国展開していくから、その新しくできた店舗とかにじゃあ研修行ってきてとか、で自分がカウンセリングできなくなるとインセンティブが入らない、子供との時間も結構取れなくて、給料もこんだけやってんのにこんな少ないんだみたいな、インセンティブもつかなくなっちゃったから、それで、今はね多分給料形態とか変わってると思うんですけど、ちょっと割に合わないなって思って辞めて、で銀座に行ったって感じ。ライザップから銀座だから7円じゃないですけど、その前に働いてたお店とかはライザップの社長飲みに来てくれたりとか。社長ともつながってたんですか？そうです、本当に初期の頃だったんで、それこそゴルフがきっかけで入社して3ヶ月ぐらいでもうゴルフ一緒に回る機会があって。強いですね、ゴルフ強いですね。そういうところに活かせますね。結構ゴルフ様々っすね。そうなんですよ。私は多分ゴルフやってなかったら何もなかっただろうなってから、ゴルフのおかげで生きてるいつも言いますね、お父さんに与えてもらったことで一番大人になって感謝したのはゴルフだなっていうのは。七重ママと知り合ったの福岡なんですよ、私。七重オープンする前に6年前。そうですね、6年前ぐらいにたまたま私ライジンって格闘技すごい好きで、ライジンのプロデューサーの方にたまたまご縁があって、昔からよくしてもらってたんですよ。でなんかその福岡のライジンを私子供と2人で見に行ってて、ライジン終わった後にみんなで関係者で食事するからよかったらどうって言われて、でその食事会に行ったらママがいたんですよ。でママとももちゃん、そっか、あの人好きなんだよな。でその時に知り合って、ももちゃんとも普通に飲んだりとかする仲になって。ももちゃんなんですね。ももちゃんなんですよ。ももちゃんでも年上ですよ、ももさん。ももちゃん、私とためってずっと言ってたんですよ。そうやってたんですか？
でだから私同級生だと思ってずーっと何年か前にお店でも年サバ読んでたんで、ももちゃんって6歳ぐらいサバ読んでたってこと今40ですそうそう、これ知らなくて私より1個上とかの人が「ももさんももさん」とか言ったりとかしてるから、オープンからいた人とかでもこうなんかももちゃんのことももさんっていう人もいるんだなとか思ってたんですよ、年上でも。そしたらコロナ明けたぐらいの時かな「いやあやちゃん実は」とか言ってそうためじゃないんだよね。え、何歳なのみたいな。さ結構上だったから、え、そんな上だったのみたいな、逆にごめんみたいな感じだったけど、もうずっとももちゃんで、そうなんかそれは変わらず七重ママが好きな選手が私結構つながりがあって、あ、じゃあ今度紹介しますとか言って七重オープンして、多分1年間ぐらいは選手を紹介したからっていうつながりだけでママからすごいお歳暮とか中堅とかこう送っていただいてたんですよ。でなんて律儀な方なんだろうと思って、でちょうど七重が1周年の時にほんとちょっと前に「ママ働きたいんですけど銀座で」って言ったら「あ、ぜひうち来てよ」って言ってくれて、で結構当時その都内の方とゴルフ行くことも多くて、銀座だったら飲むよっていうお客さんも結構いたんですよ。なるほど。あとやっぱその七重ママのなんかその律儀な付き合い、ご縁を本当に大事にする感じがすごく素敵だなと思って、ママと働きたいなと思って入ったんです。そしたらちょうどコロナになっちゃって、コロナで閉めたんですよね。一回閉めてて、相手からも私やっぱなかなか大宮なんで銀座とかに行くって周りも結構非難してたんです、その頃で。子供も小さかったし、銀座はまだ行かない方がいいよみたいな、結構目の敵にされてましたね。そうで、ちょうどその時に17ライブに出会って、17ライバーだったんですよ、1年間話になると急に止まる。そう、本当になんかいろいろやりたがりなんで。で、七重ママもまだライバーの事務所とかやる前で、そのコロナきっかけで、もう七重からはフェードアウトっていうことですか？そうですね、七重のお店に出ることはかなり減って、それでも出ることは？そうです、17の応援してくれてる人と七重に行ったりとか、まあレギュラー出勤っていうか、もうお客さんが行く時にだけ行くみたいな感じで、私ともう一人ランちゃんっていたんですけど、17ライバーになって結構稼げたんですよ、2人とも。もういないですけどね。この前言ってたな、七重が。過去にやっぱコロナ中とかライバーだった女の子いるんですよ。コロナ前からか。人気ライバーだった子うちで2人ぐらいいましたけど、2人とも普通にライバーのお客さん呼んでましたからね。50万とかバーンとお支払いするようなお客さんもいたりしましたんで。それ多分私とランさん、そうなんだ。ギフターさんって言ってこう結構課金して応援してくれる方がいて、で直接会った人も何人かいるんですよ。私ゴルフ好きな人がやっぱ多かったんで、私がはいなんでゴルフ好きが一番見ます？結構その時は多くって、そうゴルフやりますっていうのを見てすぐ分かるような感じで、なんかゴルフライバーみたいな感じでやってたんで、結構コンペ開いたりとかもしてて、その中の何人かとかは七重にも来てくれたりとか、メディア担当じゃないですけど、それこそ何ですか、ナイトグランプリ、ちょっとその部門ごとに並びましょうか。体半身にしていただいた方が確実にお得に言いますし、22歳の時シングルマザーになりました。お金で不自由はさせたくないという思いで必死に働きました。シングルマザーでもパワフルに活躍するママの姿を見て、私もより頑張りたいと思いました。あれもまあコロナ明けてそんなに七重出てなかったんですけど、あれの第1回の時に
ママから「あやちゃんこういうのなんだけど出てみない?」って言われて声かけていただいたんで、それからまたちょこちょこ7位に出るようになったりとか。やっぱホステス時代とどうですか、その収入的なの。安定するのはやっぱプレイヤーっていうか自分が働いてる時の方がやっぱいいですね私が一番お給料もらえないぐらいの時もあるからだからやっぱプレイヤーで、ね、時給とか日給銀座だったら日当いくらみたいな感じじゃないですかの方が安定しては稼げる。だからすごいなと思います、ママとか。久しぶりに着物着る。普段やっぱ全然着ないしスイッチ入るじゃないですか。で全然違いますよ。緊張はないですけどSunlight outside